同じラインに並ばないことですね。ディフェンダーがサッカーだと同じラインに並ぶじゃないですか、オフサイドがあるので。ただそれしちゃうと裏越えられるんで引っ張られちゃうんで、そういうのも防ぐために僕は2ラインって言ってるんですけど、ここのラインより段差をつけたりとか、守備だけで言うとダイヤモンドっていうんですけど、こういうのを作ったりしてて、今で言うと大体この前の選手がスイーパーっていうフリーな選手がいるんですけど、基本的にはこうやってディフェンスになってるんですけど、スイーパーっていうのの役割は、例えばここにボールがあってボールとゴールを結んだラインに立つっていうのがスイーパーの役割のセオリーで、それに対して、ここはそもそもここにいるんで、ここのエリアは通ってこない。でこの選手はここのエリア通ってこない。でこの選手はここで、ここの選手のライン越されてもこの選手がカバーできるっていうような、ここの1ライン2ライン3ライン、こういう段差をつけることによって、もしこぼした裏取られたとしても次の選手で、さらに帰ってまた次の選手っていうような段差をつけるっていうことを各チームしてると思います。スイーパーストッパーってあるんですけど、ここがストッパーですね。スイーパー、ライトバック、レフトバック。もちろん後ろでスイーパーするシステムもあります。それはやっぱりチームによって違うんで、あとは相手の戦術によって、やっぱ打ち込みとか1対1が強いチーム、もしくはスクープボールで裏にどんどん入れてくるチームであれば、やっぱり後ろにサポートつくっていう戦術を取ったりするチームもあります。どちらかというとスイーパーが前っていう認識のチームは男子は割と多いかな。女子に関してはもしかすると後ろ、一緒かな、フリーになってる選手が前なのか後ろなのかっていうのはやっぱりそのチームによってやっぱ違うかなと思います。でもホッケー今で言うとスイーパーが前のチームが多いかなと思います。全然変わってくると思います。打ち込みがやっぱ多いんであれば後ろにこぼれる確率が高い、ドリブルが上手い選手にいれば後ろにサポートいけないから低かったりとかで、逆にもう力関係で強ければもうどんどん前からプレッシャーいくために、そのフォワードミッドフィルダーのサポートをするためにスイーパーは高めにいる必要があるよねっていうこともあります。本当にそのスイーパーっていう役割がどこをサポート、もちろん全部サポートするんですけど、やっぱりスイーパーが出ていくことによってある意味数的同数、もしくはその局面で言ったら数的有利を作ることができるので、そういったのはやっぱり戦術にどういう分析をしてどういうふうに守るかっていうところでスイーパーの高さっていうのは変わってくると思います。相手の4枚がもう不安定であれば、変な話フォワードを4枚上げるってなったらスイーパーが誰かミッドフィールダーを見ないといけないくなる、押し出さないといけないので、そういったところはもうマンツーマンでとかあります。でも基本的にはやっぱり真ん中で安定して必ず相手の攻撃真ん中を攻めさせないように真ん中にいるっていうのが基本的には大前提ではあります。なのでスイーパーが機動力あるスイーパーなのか、もう後ろでどっしりしてサポートだけするのかっていう、結構チームによってカラー違うし、守備堅いチームは割と機動力高い選手がいて、もうそれをもう全部ロングボールは全部カットするっていうようなシーンも見られるんで、出どころをしっかりと予測してボールを奪うスイーパーもいたりとか、もうカバーリングがもう絶妙にうまい、ディフェンスが1対1してる間に後ろから来て相手からボールを奪うとかっていうようなスイーパーのタイプはすごく見てて、チームのキーマンなんである意味面白いと思います。